ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナに対する軍事支援の一つ、長射程ミサイル。これまでアメリカが射程距離150キロの弾については渡すことを発表しています。しかし、アメリカが渡すとしたものは、すでに米軍に在庫があるものではなく、これから生産して渡すといった具合にして、ウクライナに渡るまでにはまだ時間がかかると言われています。ですが、今まさにウクライナの東部戦線においては、ロシアによる大規模な攻勢が仕掛けられているところですから、なるべく早く戦場に届く長射程ミサイルの存在は非常に重要なものです。しかし、アメリカ以外の国は、アメリカよりもさらに一歩進んでの兵器支援には非常に及び腰ですから、なかなか話は進まないものです。このような状況にあってイギリスがアメリカが出さないのであればイギリスの方から先に出すというような政治姿勢を示しています。今回はイギリスがアメリカよりもさらに射程の長いミサイルを供与することを決めたようなのでご紹介しようと思います。それでは関連ニュース見ていきましょう。イギリス首相、ウクライナに去年1年間に匹敵する軍事支援の方針。ロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めてから1年となるのを前にロシア軍は東部などで戦闘を激化させています。こうした中、ドイツで開かれているミュンヘン安全保障会議。18日演説したイギリスのスナク首相は、ウクライナは戦争に勝つため、より多くの弾薬、装甲車、それに防空システムを必要としている。今こそ軍事支援を倍増させるべきだ、と各国に呼びかけました。その上でイギリスは、向こう数ヶ月間で、去年1年間に匹敵する規模の軍事支援を行う方針を示しました。ここからは記事の補足です。イギリスの去年の軍事支援は日本円で約2500億円。これは11月後半までの締めですから、実際にはもう少し多いはずです。この金額相当分のものを今後数ヶ月間にウクライナに供与するというのですから、イギリスとしてはかなり思い切った軍事支援をこれから発表するというわけです。では、次にイギリスが正式発表する軍事支援。一体何が目玉になるかといえば、それは長射程ミサイルです。スナク首相はミュンヘン安全保障会議での発言でこのように言っています。イギリスはウクライナに長距離攻撃兵器を提供する最初の国になるだろうと発言しています。従来イギリスが提供するミサイルはアメリカと横並びの射程距離150キロ程度のものに収まるのではないかという話もありました。しかし、スナク首相の発言を元にして考えれば、アメリカと横並びではなく、アメリカよりももっと射程距離の長いものを提供するという意思を示しています。そうでなければ、最初の国になるだろうと付け加えてはいないはずです。そして、イギリスが提供する長射程ミサイルというのが、ストームシャドウだと言われています。これは戦闘機に搭載する空中発射型の地上攻撃のミサイルで、射程距離はおよそ250から300キロになると言われています。アメリカが供与すると発表している GLSDB が射程距離150キロですから倍近い射程距離になります。ただし、イギリスが持っているストームシャドウはあくまでも欧米製戦闘機が搭載できるようなもので、ウクライナが現在持っている戦闘機は何かしらの改造が必要で、弾だけを渡してすぐに使えるというわけではありません。ただし、この点について言えば、そもそも欧米製の戦闘機でしか使えなかったはずの対レーダーミサイルについても結局は改造することによって使えるようにしているので、同じように何かしらの手段は用意していることでしょう。そしてこちらが地図に当てはめた場合のストームシャドウの攻撃範囲です。赤い線で囲まれている部分がミサイルが届く範囲となります。東部戦線、南部戦線、そのほとんど全てが射程範囲に収まります。ただし思い出してほしいのは、このストームシャドウは地上から発射するのではなく、戦闘機から発射するものです。ですから、前線に近づけば近づくほど、ロシア軍からの対空ミサイルが飛んでくる危険性も高くなりますから、実際にはある程度安全なところから発射することになるでしょう。そのため、クリミア半島奥深くまでというのはちょっと難しいかもしれません。クリミア大橋にストームシャドウを打ち込もうと思えば、かなりの危険を冒すか、地上において領土奪還をして安全地域を広げることが非常に重要なこととなります。そうした領土奪還をする上では別に前線まで飛行機が飛んでいかなくてもストームシャドウの射程距離であればかなりの遠くから安全に撃ち込むことができますから、イギリスから供与されればされるほどウクライナ軍にとっては非常に心強い
遠距離攻撃の手段となります。アメリカに先駆けてより強力な兵器をウクライナに供与する。これにはすでに前例があります。欧米製の戦車をどこの国が最初に名乗り出るかとなった時に、イギリスは真っ先にチャレンジャー2をウクライナに供与するとして、欧米製の戦車がウクライナに供与される前例、筋道を立てたわけです。ですから、今回アメリカよりもさらに強力な長射程のミサイルをウクライナに供与するとイギリスが発表したとしても何ら不思議ではありません。正式発表はまだですが、ミュンヘン安全保障会議でのスナク首相の言葉を素直に受け止めれば、イギリスが踏み出す軍事支援はかなり質化もしくは量を伴ったものとなるはずです。もしも次の軍事支援においてミサイルが入っていないようなものになれば、それはそれでかなりの量になるはずです。何しろ去年1年分と同額レベルの軍事支援のパッケージを用意するというのですから、軍用車両がかなり山盛りな内容になるはずです。それはそれでウクライナ軍にとってはかなり通常戦力を強化するものとなるはずです。そして長射程のミサイルというのは前線に対するプレッシャーをかけるには非常に良い兵器です。なぜならば射程距離が長ければものすごい安全な後方地帯から前線に対する攻撃が仕掛けられるわけです。そうであればロシア軍の対空兵器が全く飛んでこないような安全地帯からも活動ができるわけです。より安全にウクライナ空軍が機能することを意味します。そして領土奪還が進んでいよいよクリミア大橋を落とすといったことができれば、ウクライナ南部戦線においては、ロシア軍の兵站をかなり麻痺させることができます。多くの兵士たちがいたとしても、長期戦に耐えるような補給がないのであれば、どんどん戦力は落ちていきます。そのようにイギリスが長射程ミサイルを供与することによって、今後の展開はより明るくなるわけです。しかも、イギリスが射程距離300キロのストームシャドウを送るというのであれば、射程距離300キロのエイタクムスを出し渋っていたアメリカも、もうすでに同レベルのものが戦場に投入されているのであれば、ロシアの顔色を伺わなくてもいいやと、エイタクムス供与へと動く可能性はもっと増えるわけです。これもまたウクライナにとっては大きな力となります。現在ロシア軍は大規模な動員をかけ前線に対して多くの兵士を送り込んで攻めるにしても守るにしても分厚い陣容を持ってウクライナ軍に消耗戦を強いています。逆に言えば人員が多ければ多いほど大規模な補給をし続けなければならないわけです。そのような時にハイマースのこれまでの射程距離90キロよりもさらに遠くまで届くストームシャドウやストームシャドウが供給されることによって射程距離300キロのエイタクムスが普通に使われるようになればロシア軍の兵站を狙った攻撃はもっともっと効果は高まっていくと考えられます。このようにイギリスがストームシャドウを供与することによってその後の流れにも良い影響が十分与えられるわけですが、ここ最近少し気にかかっていることがあります。それはここ最近のドイツの言動なのですが、ドイツのショルツ首相はレオパルト2を持っていて戦車供与を決めている国はもっと早く動いてくれと他の国に呼びかけています。これまでどのような状態だったかといえば、ドイツ製の戦車をウクライナに供与するにあたってはドイツの承認がなければ供与は進みませんでした。ですから、ドイツ製の戦車を持っている国は、まずドイツに対して、さあどうするんだと迫っていたわけです。ところがここに来て、そのドイツが、供与を決めているんだったらさっさとみんな動いてくれと、葉っぱをかけるようになりました。これは、供与を考えていた国も、さあいざ手続きをしよう、さあ整備をしよう、そういった話を実際に進めるとなると、まだまだ準備不足だったというのが露呈しているからです。このあたり、まだまだ政治上の駆け引きが先行して、実際の軍に対する準備活動は追いついていないのが現実かもしれません。また、それ以外に気になることといえば、ここ最近スウェーデンとフィンランド、この2カ国が NATO 加盟する手続きが明暗を分けそうだというニュースが出ています。この2カ国が NATO に加盟するにあたっては、すでにメンバーになっている国が承認していかなければなりません。その時大きな障害となっているのがトルコです。トルコとスウェーデンの間には現在、移民の引き渡し問題というのがあって、しかもそれに輪をかける形で厄介なのが、スウェーデン国内にコーランを燃やすといった活動をして、トルコを挑発するような人たちもいて、なかなか政治的に難しい状況に陥っています。もしかしたらエルドアン大統領が国のトップにいる間は、スウェーデンは
NATO 加盟できないかもしれないと言われているほどです。そのため、スウェーデン、フィンランド、この2カ国は同時に NATO 加盟を果たそうとしたのですが、現在ではフィンランドだけでも先行加盟するのではないかと言われています。そうした2カ国のうち1つだけが加盟した場合何が起こるかといえば、スウェーデンは NATO に加盟していない状態なわけで、ロシアという大きな脅威を前にして、スウェーデンがウクライナに対する兵器供与をストップさせる可能性が出てくるのです。現在スウェーデンはレオパルト2や歩兵戦闘車、そして自走砲など非常に高性能な兵器をウクライナに供与したいと表明しています。このうち歩兵戦闘車や自走砲についての供与の準備はすでに前に進んでいるのですが、レオパルト2については NATO 加盟できないうちはちょっと動けないなと方針転換をする可能性が高まってしまっているのです。このようなごたつきがちょこちょこと目立つようになってしまっているので、逆に言えばイギリスがそうした懸念点を払拭するような大型の軍事支援を発表してくれるのを期待しましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。そして動画投稿以外にも Twitter でもニュース紹介を行っています。ぜひとも Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。